はい、ということで、今回はですね、これを塗ります。いやないかー突っ込めヤマトファミリーチャンネル。はい、ということで今からね、ルーフに漆喰を塗っていくんですけども、その前にね、これ、ベニヤ板、木なので、5ミリ厚の、多分ね、アクが出てくると思うんですよね。なので、カウチンシーラーで、ちょっとアク止めを塗ってから、漆喰の方をね、塗っていきたいと思います。はい、ということで、マスキングの方ね、一旦終わりました。ざっとすると、こんな感じです。漆喰なんでね、ちょっとつくと、非常に厄介な、やつなんで、しっかりね、ちょっと今回はやっときました。今からこの下地剤ですね。こっちの方を塗っていきたいと思います。使うのは水性カオチンシーラーっていうやつですね。こっちを使ってきます。アク止めですね、に使っていきたいと思います。これはもう何度かもうちょっと使ったことあるんで、だいぶもう3分の1ぐらいかな、残っとるのは。牛乳みたい。これ、うまく塗れる漆喰。白色を塗ります。これはもう練り混ぜてあるやつやから、もうそのまま塗ってきれるやつなんですよね。なので簡単に、塗っていくことができます。ここにもちょっと書いてあるんですけど、ホルマルデヒドを吸着してくれる作用があるっていうことと、天然、防カビ剤、結露防止にも役立つってことです。だから夏なんかは湿気多い時は湿気を吸い込んでくれて、で、乾燥してくると湿気を吐き出すっていう特徴が漆喰には多分あると思うんですよ。まあ僕も僕もはっきりね、詳しいことはわからないんですけど、悪いことは全然ないと思うんで、もうこれはね、もう車にもうベストマッチなんじゃないかっていうことですわね。まあ、こういう性質があるんやったら、どんどん車に使ってもいいんちゃうかなって僕は思うんやけどね。まあ、ディーラーオプションとかミニバンとかね、匂いも取ってくれてさ、結露も防止してくれて、ホルマルデヒドも吸着してくれると。こんなもんはないでしょ。これはもう使うべきでしょ。ということで、使ってきます。じゃあ、頑張っていってきましょう。で、コテはね、あるんですけど、パレットがないんで、もうね、ちょっとでも削減ってことで、ここにつけて、やっていきたいと思いますね。普通に買ったらあれもそこそこな値段するんで、まあ安いプラスチックとかもあるけど、まあそれやったらもう別に、まあこれでいいかなと、思ってます。シャッシャッシャと。塗り方なんですけど、まあ、漆喰って結構、まあいろんな塗り方あると思うんですよ。誰も言ってくれやんから。まあ綺麗に、こうムラのないように塗ったりとかする方法もあると思うし、結構雑に塗ってそれも味っていう風なね形でやっていく塗り方とかもあったり、網目模様をつけたりだとかね、プロをやったら結構すんごい綺麗にしてくれると思う。波模様みたいな感じとかさあるやん。ああいうのとかしてくれたりとかうまいことやってくれるんやけど、僕一回ねお家の方の DIY でも漆喰使ったことあるんですけど、プロの業者の人がお家に来た時にこれ自分でやったんですかと聞かれたことあるよね。その時に、まあ、素人は素人の塗り方やけど、素人さんが塗った方がおしゃれに見えるねって言われた。やっぱプロやと、こう、綺麗に塗りすぎてしまうもんで、確かに。っていうのは言われたことがある。そう、だから今日も結構雑に塗ります。おしゃれ感出す。そう、もう結構シャッシャッシャってね。しかも、ポタポタ落ちてくるから、本当やったら作業着とか着た方がいいんやけど、
これもう本当に500円ぐらいで買うたやつやから、まあ落ちてもまあ別にいいかなと。作業服買いに行くと何千とかもするからね。ね。だから、まあ頭はつくとちょっと厄介なんで、まあ帽子はかぶっていった方がいいかな。はい。ということで、今から塗っていきたいと思います。はい。蓋取ると、一枚なんかこう、紙が、よし。ふわふわ。生クリームみたい。適当にちょっとだけ移して、取るとこんな感じでちょっと塗っていきたいと思うんですけど、まずちょっと横から行ってみようか。職人さんってすごいよな。これほんと綺麗に塗るんやもんな。尊敬するわ。ていうか、一回でいいんじゃないのっていうぐらいね。自分的にはいいと思うけど。苦戦しております。僕は難しいよね。もうちょっとちっちゃいあれがあるといいんやけどさ、ちっちゃかっても多分上やらんと思う。難しいわ。上向きっていうのがさ。そっか、横やつかもね。こっちはな、まだ右手でいけたんやけど、こっちがさ、こうなってしまうから、ひねってまうやん。左にとか、上やらへんの。これは一回塗りでいいと思うけどな。あんまり塗りすぎるとさ、また余計にやるのかね。そう思うし、天井が重くなってもね、結構しっくいって、割と重たいからさ。重量あるんだ。肩が痛くなりそうね。肩痛ない。ちょっと首。反りそうだよね。結構重たいねな。コテとこれってると。でもな、だんだんこう白くなってくると、雰囲気また全然違ってきたわ。テンション上がる？テンション上がる？せやんな。何その笑い。じゃあ、目に見えてこう変化してくるのは嬉しいな。テンション上がる？今、そういう気分じゃないんですよ。イエーイっていう気分ではないんです。テンション上がるけど。そういうね、テンションではないんさ。ちょっとしんどいから。はい、ということで、バンクの部分ね、ここまでやってきたんですけど、ここで、嫁の方にね、美咲さんにバトンタッチしようかなと思ったんですけど、またしても、ちょっとまたはーちゃんがね、泣いてきたんで、また僕がここから続きやってきます。で、結構ね、これ白色なんで、夕方になってくると虫とかが結構寄ってくるんですよね、ここ。明るいところに。ゆすりかとか。ね。だから、早いとこ仕上げたいですね。Something in the way that you looked upon me is
はい、ってことでですね、漆喰塗ってみました。だいたい1回塗りで、ちょっと、本当はあんまり良くないんかもしれないですけど、ちょっと厚盛りでいったんですけど、若干薄いところと厚いところがあるので、1回乾かして、もう一回ね、薄いところをちょっと塗っていきたいと思います。はい、ということで、1日経ちましたよ。どんな感じかな？うん、固まってるね。しっくり塗装。もういいんじゃない？あと、ちょっとムラがあるとこは今からね、もう一回やっていこうと思います。ちょっと薄いところと濃いところがあるんで、こう見るとわからんのっすけど、下から見上げると若干ね、やっぱり薄いところとかわかるんですよね。色の濃いとこ、薄いところ。若干ですけどね。ここをね、ちょっと修正しながらもう一度、やっていこうと思います。とりあえずね、終わりました。いいじゃない？いいんじゃない？いいんじゃないですか？はい、ということでですね、漆喰塗装の方終わりました。ほぼほぼ乾いたんで、早速ね、ちょっと、奥さんの方にも見てもらおうと思います。じゃあ呼びましょう。みさきさん、カモン！おどうすか？白くなったな。やっぱ違うね、普通のペンキとさ、感じが。雰囲気出るよね。出るね。複雑な模様だけど。味です。味です。いい感じ。いいよね。いい。これで本当にまとまった感じしたね。そうだね。室内の色が。うん。いいね。このウッドと漆喰合うな。合うね。こうやって見たときいい感じやな、めっちゃ。ほんと。うん。こっちからもええ感じやで。見てみる。じゃ横座ってみ。本当だな。いいね。うん。世田谷の色がいい感じよ。世田谷効いとるな。うん。料理してもさ、匂いとかも、ちょっと吸ってくれる。ちょっとは吸ってくれると思うんさ。これぐらいやったらどうかわからんけど、換気もしながら、ね、この漆喰でも調整してくれたらさ、匂いとか湿気とか。うん。確かに。うん。ほぼ住宅の要素がもうぎっしり詰まった車やからな。この家じゃねえ、この車は。家貸しとる。まだ終わりじゃないんでね。うん。まだやることはあるんで。まだあるな。まだある。とりあえず内装が完成したぐらいな感じだよね。いや、まだ内装まで大きなところ、まだソファーもだって、そうか。しやんといかんし。はい。今回は何もやれなかった私ですが、ちょっとカメラ撮ったりはしたけどね。ね、漆喰の方塗り終わったんですけども、なかなかいい感じです。漆喰イコールなんか家っていう感じもあるし、振動とかで結構ひび入ってきたりとかする可能性もあるんですよね。つなぎ目とか、今回一切補強を入れてないんですよ。なので、その辺で走っとったら多分、ひび割れはしてくるんかなっていうふうに思うんですけど、それは今後走りながらちょっと検証していきたいなっていうふうにね、思ってます。一回走っただけでボロボロって取れてくるんかはたまたね、1年そこはね、レポートしながら、やっていこうと思ってます。とりあえずいい感じで、終わりだと思います。はい、こんな感じで素敵な車になってますので、このチャンネルがいいと思った人はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。はい、お願いします。ぜひお願いします。じゃあそれでは次回の動画でバイバーイ。お会いしましょう。バイバーイ。蚊がおる。
白に寄ってくんねんな。かけてます。木で内装を仕上げてってるんですけども、そこに漆喰を塗るっていう感じですね。